なのでどういった段取りで竿を貯めるか、この辺持って一旦こう右手に持ち替えて左手で玉をとにかく心に余裕を持つことですね。よいしょ。ちょっと失敗したで準備ができたら抜く。かかった。それでは解説というのが引き抜きですね。引き抜きの解説をねちょっとやっていきたいんですが、引き抜きの基礎は前に動画出した内容を見ていただければと思うんですけど、今回ちょっとね解説しようかなと思うのが瀬とか両系鮎ですね。要は釣り人にとって不利な状況で引き抜きをどうやって上手に決めるかという内容でやっていきたいんですけど、今日の釣れる鮎はねそんなに大きくなくてめちゃくちゃいい鮎なんですけど、そんなに大きくなくて実際に大きい鮎をかけてみるとかではないんですが、釣れる状況なので解説したいと思います。初心者向けなんでね、もっと早く抜けやとかそういうのはなしで、いかに正確にねばらさないように取り込むかという趣旨で解説したいと思います。引き抜きをね決める基礎は三角から抜くっていう動画を見ていただければと思うんですけど、いかにその三角から抜くっていう状況を作るかですね。要は釣り人に有利な状況じゃないとなかなか冷静にそういった抜き方ができないんですけど、いかにね主導権を握るかですね。やり取りの主導権を握ることが何よりも大事です。そんで主導権を握る上で一番大事なのが鮎をね下らせないことなんですね。霜に下られると下られれば下られるだけ竿がのされて釣り人が圧倒的不利になっていくんで、動作ですね、動作の紹介ですね。ちょっとかけてみますなんて偉そうなこと言いますけど、鮎をかけてみます。できるだけねこう流れに対して竿を神の方向に向けるのは大事ですね。まず有利な状況でまずかけるというのが大事で、以前僕が紹介した三角から抜くっていう方法だと玉をね抜いてから竿を溜めるっていうのが前提になるんですけど、そのためには曲げた状態でそれ以上霜に竿を向けない。そこまで大きくない鮎だったらグリップを片手でこう握るだけで止められるんですけど、背で両系鮎を釣るってなるとなかなかそれが難しいんですね。太郎さんみたいな貧弱鮎釣り師はねなかなか片手だけの握力じゃ両系鮎が霜に下るのを止められないんですね。なのでどういった段取りで竿を貯めるか。右利きの方で右岸で釣りするんであれば、特に磯釣りなんかをされる方だと基礎中の基礎ではあるんですけど、グリップエンドを肘にやってるですね。これだけでだいぶ鮎の走りを止めることができます。かかった。でこうやってねこの辺持って肘にグリップエンドを当てて、で竿を溜める。竿を溜めてる隙に玉を抜いてこうやってこの状態になってから竿を上げる。もう抜けちゃったけどこんな感じですね。釣り人が抜く準備が整うまではかかり鮎をできるだけ霜に下らせないようにしてそこで留めておくというイメージです。このくらいの鮎だったらねグリップエンドをギュッと握るだけで止められると言えば止められるんですけど、22センチとか超えてくるとねやっぱり握力だけじゃ止めてらんなくて、僕の場合だと駒夫婦さんとかだったら多分26センチとか7センチでもグリップエンドをギュッと握るだけで止められるんじゃないかなって気がするんですけど、僕はちょっとね非力なんでグリップエンドを握るだけじゃ止められないんでこうやってますね。でただこれはね右岸で右利きの方が釣りをする場合はこれが有効なんですけど、
この状態からね、この状態からこう持ち帰ればいいだけなんで、右岸で右利きの方が釣りをする場合はいいんですけど、あ、かかった。こうやってね、溜めて、いいね、溜めて、準備ができたら竿を上げる。あ、すぐ抜けちゃったよ。いやー、いいアユですね。こんなです。めっちゃいいアユで、22、3センチくらいだったらこれでいけるかな。この溜め方でいけるんですけど、僕の筋力で。もっと大きいアユですね。24センチ、5センチとか超えてくると、流れの強さとかにもよるんですけど、きついところだと、こういう磯竿みたいな、こういうね、溜め方をしても、下られるっていうことがありまして、そういう時はね、できるだけ、かかったんだけど、できるだけこっちを持った方が、アユの引きをこらえやすいです。なんで、このグリップエンドをお腹のあたりに当てて、でこうやって耐える。これで耐えるですね。こうやって。これで耐えて、タモを抜いて、準備ができたら竿を上げる。またね、竿を上げた瞬間に抜けてくるようなサイズなんですけど、竿を上げてそこからは三角から抜くを実践するっていう感じですね。あくまでも初心者向けの解説っていうことなんで、タモなんて抜かねで竿を上げればいいやろとかそういうのはなしでお願いします。タモをね、抜かなければいいっていう前提だと本当にやり取りは楽なんですけど、やっぱり取り込みたいんで、できるだけね、釣り人が取り込みの準備が万全になってから抜きの体勢に入りたいですよね。引きのきついアユは一旦こう右手に持ち替えて、左手でタモを抜いて、でこの体勢になったら竿を上げる。またすぐ抜けちゃうアユだったんですけど、こんな感じです。とにかくね、下らせないことですね。竿を曲げてかけた場所からアユを下らせない。これが瀬とか両形アユを取り込む一番のコツですね。あとはちょっとだけ違うやり方ではあるんですけど、すぐに竿を立ててしまうっていうのもありまして、かかった瞬間に竿を立てる、ちょっとした違いでしかないんですが、この状態で竿を溜めるというのは、かけたその場でアユを止めておくみたいなイメージなんですね。ただ若干ね、やっぱりアユが暴れてあっち行ったりこっち行ったりするんで、こういう一本筋の流れだったら有効なんですけど、石というか岩ですね、大きな石が入っててザブザブになってるような流れだと、水中にアユをとどめておくと隙間に入られたりするんで、ザブザブのところでアユとやり取りするんであれば、できるだけ早い段階で表層に浮かせた方がいいんですね。浮かせて大きな石とかを回避してやり取りするみたいな感じで、あんまり水中に留めておくとやっぱり隙間とかに入っちゃうんでね。かかった。でこの状態で竿をこう上げてしまってもいいんですけど、これをするとアユが小さい時とか、口がかりですよね。口がかりっていうか頭がかりの時に竿を上げた瞬間にアユが飛んでくるっていうことがあって、タモで受けるのを失敗しやすいんで、できれば竿を寝せた状態でこらえた方がいいんですよね。こういう流れだと石の隙間に入られてしまう危険性があるポイントは、滝みたいにザブザブってなってるところですね。石がでかくて、そういうところは可能な限り早く表層にアユを浮かせた方がいいので、竿はすぐ上げてしまった方がいいかな。状況によりけりですね。これは表層の流れは
底の方より基本的に速いんで、浮かせると割とね下られやすいですよね。なんで水中に鮎をとどめておいても問題がないという、こういう一本筋の流れですね。であれば竿は上げずに倒したまま溜めた方が失敗は少ないかなと思います。お、かかった。で肘で溜めてタモを抜いて竿を上げる。で三角から抜くですね。よいしょ。あ、ちょっと失敗したまあこんなもんです。でちょっとね言い残したってほどでもないんですけど、さっきはね右利きの太郎さんが右岸からやるっていう立ち回りをしてたんですが、今度は左岸ですね。左岸でも基本的には同じですね。釣り人がね万全の体勢になるまで水中にかかり合いをとどめておくという考え方では同じなんですけど、かかったら水中でねかかり合いを竿を溜めて止めるんですけど、こうね左岸から右利きの人が釣る場合このままねために入れるんで割と楽っちゃ楽ですね。で準備ができたら抜く。右利きプラス右岸からの釣りの場合は左手と右手の竿の持ち替えが発生するんですけど、腰にグリップエンドを当てて溜める場合は、左岸から右利きの方が釣る場合はかかった瞬間に左手をねタモに伸ばせるんで、腰に当てて溜めないと止められないような大型の鮎を狙う場合はこっちの方が楽かな。右利きの場合は、右利きの方の場合は左岸の方がどっちかというと楽だと思います。ここをねこう持ち替える必要があるんで、肘に当てる場合は左岸はちょっとやりづらいかな。バレてたんですが、そんな感じです。であとはね最後はなんかちょっとね精神論みたいな感じになっちゃうんですけど、とにかく心に余裕を持つことですね。釣り人側が必死になるとどうしても失敗しちゃうんで、取り込みを釣り人が余裕を持ってやり取りをできるようにね。釣り人側にアドバンテージがある状況にするということですね。竿はできるだけ上流側にね向けた状態でかける前から取り込みを考えておくというのも結構大事ですね。背で両径鮎をかける釣りはね、何度も言いますが今日はね全然鮎の大きさは大きくないんですけど、背でね余裕を持ったやり取りをするコツみたいな解説をさせていただきました。とにかくあれですね、余裕を持って万全の体勢になってから抜く、そのための動作を今回紹介させていただきました。で今回のこの動画ですけど、本当はね単なる調光動画にしようと思っていたんですが、だいぶいい感じに鮎がかかったんで、釣りながら解説したかったっていうのもかねてより思ってたことですので、急遽みたいな感じなんですけど、引き抜きの解説動画という趣旨で撮影をしました。今回のねこの調光動画としてのこの釣りは手が開いたらっていうか、多分手が開かないんで、鮎のシーズンが終わってからかな。
っていう感じになりそうなんですが、気が向いた時にまた夏の思い出という形で編集してアップロードしようと思います。はい、というわけでね、言いたいことは言ったつもりなので、あとは解説とか抜きにして単にね釣りを楽しんで夕まずめの時間をね過ごして帰りたいと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。青の時間ですね。高速橋上流です。高速の今回はご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録と通知機能で次回の動画公開のお知らせが届きます。動画の感想、コメントもお待ちしております。次の動画もぜひご視聴ください。